こんにちは、J リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、昨日もお知らせしましたが、超早割キャンペーンがあと1日とちょっとで終了となります。これ以降はチケットの価格自体が上がりますので、まだ迷っている方いらっしゃいましたら、早めにお求めください。このチャンネルの概要欄のリンクから飛んでいただくと、現在の超早割価格からさらに 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り界隈の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体でプラス1億ドルの純流入を記録しています。内訳としては、フィデリティの FBTC がプラス 0.5 億ドル、ブラックロックの IBIT、ビートワイズの BITB がプラス 0.15 億ドル、バンエクの4ドルもプラス 0.1 億ドルと続いています。FOMC 後の影響からか、また流入も回復しています。一方、香港の ETF は全体でマイナス 18.39BTC、ドル換算では約124万ドルのマイナスとなっています。イーサの ETF はいつも通りゼロとなってますね。あと ETF 関連では、香港の財務長官フィー氏が香港のスポット ETF を推したのが話題になっています。フィー氏はですね、商品の革新という点では、アジアで最初の仮想通貨スポット ETF が4月に香港で上場されましたと、特に香港は現物償還モデルを世界に先駆けて導入しましたと、ブログで優位性を訴えています。ただ連日の取引量を見てもわかる通りですね、現在では香港の ETF があまり支持されてないことから、冷めた見方をされているのも事実ですね。中央の後押しで香港の ETF が、これから活気づけるのか注目ですね。あと他ではビットワイズのアナリストレオン氏が、暗号資産と AI が2030年までに世界の GDP を20兆ドル増加させる可能性があるというレポートを提出したことや、グラスノードの方から機関投資家らがビットコインの現物を買ってビットコイン先物でショートするヘッジ戦略、キャッシュ&キャリーを採用している可能性が高いという見解を出したことなども話題になっています。あとオンチェーンの方ではマイナーの取引所への送金が目立っているのも話題になっています。6月10日に 1200BTC、1日での送金額は約2ヶ月ぶりの高値となってまして、最近の6万6000ドルまで下落した時と一致していることが注目されています。ただ過去のグラフを見てもですね、その一時的な可能性もありますので、FOMC など需要指標が終わった後、どのような動きになるのかにも注目ですね。ビットコインの価格は現在67,500ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、まず米 CPI が前月比予想の 0.1% に対して結果は 0.0%、コアの前月比が予想の 0.3% に対して結果は 0.2% となりまして、インフレが少し収まったという見解から、この時点で米金にも下落して、市場全体も上向きになったんですが、その後の FOMC では、金利は 5.25% から 5.50% と、予想通りの据え置きとなりまして、その後注目されていたパウエル議長の発言では、インフレは大幅に緩和されたが、まだ高すぎるとかですね、若干高派の発言が目立ちまして、また金利が上昇して、市場もまた再度下落したといった流れになりました。米国債金利は 4.32 を推移しておりまして、ナスダックが 19,460、S&P500 が 5,430 と、どちらも AT 値を更新しています。ダウ平均が 38,710、金ゴールドが 2,315 ドル、日経平均が 38,840 円、ドル円が 156.8 円となっております。個別株の方ではトランプがクリーンスパーク社とライオットプラットフォームズの幹部と会談してまして、その後ですね、ビットコインマイニングは CBDC に対する最後の防衛戦になるかもしれないと、残りのビットコインは全て米国でマイニングしたいというような声明を出したことが話題になっています。この影響からか、マイニング株は比較的強く伸びてますね。ビットコインの先物の方では青いが全体でマイナス 1.9%、額として345億ドル相当、未だ減少傾向となっております。比率としては全体ではロングが 54.4%、バイナンスミはロングが 64.7% と上入りになっています。今後の指標としては本日6月13日に米 PPI、6月14日に日銀政策金利、米ミシガン大学消費者信頼感指数、6月15日にロシアの実質 GDP、CPI などが控えております。市場全体で見るとですね、FOMC の警戒を終えた各指数がまた伸びてまして、ナスダックや S&P500 は再度 AT 値を更新している状態。ただ仮想通貨市場単体で見ると、ETF の利用が回復して、
トランプの煽りを受けてるマイニング株関連は戻してるもののですね、ビットコインはその他あるとは戻しきれてないという状態なのかなと思います。CPI とね、FOMC で若干の前後あるものの、昨日の見通しが大体当たったんじゃないでしょうかね。短期的には戻すだろうけど、対局を覆すほどにはならないと。ただ ETF の流入は回復してますんで、明日以降、米 PPI 後に注目したいですね。チャートだけ見たら7万ドルで弾かれて、再度6万8000の攻防となっております。本日の米 PPI 後、上向かいとなると、上が期待できそうですが、金ゴールドがまだ弱いままなのが気になるところですね。上は6万8000の攻防を抜けて、再度7万ドルの攻防に迎えるかどうか、下は再度6万6000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。メタマスクがイーサーのプールステーキングを開始したのも話題になっています。コンセンシスが運営するバリデータを使用して任意の金額をステーキングできるようになったと。ただし米国、英国への提供はしてないとのことです。現在のステーキング量は100万イーサほどとされてますが、これによりイーサのステーキング量が増加するのか注目ですね。イーサの価格は現在3510ドル、BTC 建ては 0.0518 とさらに下がっております。先物の方ではワイは全体でマイナス 1.5%、額として151億ドル相当、こちらも減少傾向は変わっていません。比率としては全体ではロングが 51.5%、マイナスミはロングが 77.6% と、こちらも上売りになっています。相変わらず厳しい状態が続いてますね。ドル建ても3600の攻防がだいぶ遠くなってまして、3400で耐えられるかが焦点になると思いますが、このままスポットイーサ ETF の動向が何にも更新されずですね、S1 いつ承認されるんだみたいな空気になると、3200まで戻ってもおかしくない状況になってます。先日から引き続き上書きはしない方が良さそうですね。スポットイーサ ETF の続報が出るのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。バイデン陣営が選挙運動への寄付に仮想通貨での受け入れを協議してるんじゃないかという噂が浮上しています。これも情報筋によるというソースがないものなんですが、資金調達に手っ取り早い方法を模索してるんじゃないかとか囁かれています。先日息子の有罪評決なども話題になりましたが、仮想通貨を絡めた米大統領選の行方が注目されてますね。あと個人的に気になったのは、バイデンの影武者説ですね。これ海外勢の投稿でバズってたものなんですけど、CNBC のインタビュー映像を見ると、どう見てもマスクをかぶってるようにしか見えないと。顔の色と首の色が明らかに違くてですね、別人がインタビューに答えてるんじゃないかと言われてます。ただノートで、これは2019年12月のインタビューのもので、最新ではないと。またライトの照らし具合によるもので、マスクではないみたいな訂正するような主張もあるんですが、私が気になってるのはですね、このバイデンって、今現在表に出るのが厳しいくらいの状態になってるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと前に言動が怪しくなってたのも話題になってましたけど、影武者をね、ちょいちょい使って、今回のね、大統領選勝ったとしても、その後どうやって乗り切るんだろうと思っちゃいますよね。これもう一回影武者で乗り切るのか、どこまでね、偽物が許されるのかわからないですけど、バイデン並みの候補者が出るまで、だましだましやるんですかね。あとノートではね、そのライトの影響によるものとされてますけど、これどう見ても被ってるようにしか見えないんですよ。顔の皮が出ちゃってますから、バイデンとトランプ、どっちが勝つか注目されてますけど、バイデンが勝った後の立ち回りがどうなるのかも気になるところですね。あとはテラフォームラブスとドゥコン vs SEC 裁判の続報になります。SEC が最終同意判決案を提出して、テラ側がそれに合意と、テラは35億8000万ドルの不当利益返還と4億2000万ドルの民事罰金など、合計44億7000万ドルの支払いに同意したと。またドゥコンは被害者救済のために約2億400万ドルをテラ財団に支払う必要があると。さらにドゥコンは今後、いかなる公開企業の役員、または取締役になるのも禁止されるとのことです。先日までテラ側はですね、罰金100万ドル程度が妥当だと争ってましたけど、今回和解となってます。ドゥコンの復帰はもうなくなりましたし、テラ側は44億ドルの支払いとなってるんで、ルナ関連はもう厳しそうですよね。現在ルナランク USDC 関連はそこまで下がってませんが、今後どういう動きになるのか注目ですね。あとは OKX がユーザー情報の流出を報告してます。ハッカーは司法文書を偽造してユーザー情報を抜き取ることに成功と、OKX 側にセキュリティ上の欠陥があると現在騒がれてますが、OKX 側はこれを否定してます。OKX はですね、この件は司法当局が捜査中であり、これ以上の詳細を公表することはできないと。この事件は Google オーセンティケーターや SMS 認証の選択とは一切関係ありませんと声明を出しています。被害者は現在2名とされてますが、
最近取引所の個人アカウントから直接情報や資金が抜かれるケースが増えてますよね。現在 OKB も特に下がってませんが、こちらも今後の進捗に注目ですね。あとはイーサ NFT のアクティビトレーダーの数が2021年6月以来の低水準となったことが話題になっています。2022年2月のピーク時には8万超えとなってますが、現在では4000ほどしかないと。最近一時的に NFT の取引高が盛り返したのが話題になりましたけど、その後も落ち続けているようですね。NFT が再度盛り上がる時は来るんでしょうかね。あと、アルト関連では、XRP レジャーが XRPL EVM サイドチェーンを発表と、アクセラーが専用ブリッジプロトコルとして起用されたことが話題になっています。アクセラーによりユーザーラップされた XRP、EXRP の利用が可能になり、サイドチェーンのガス代のネイティブトークンとしても使用できると。リプラーですね。アクセラを単一のブリッジに統合することで、プロセスが簡素化され、より直感的でユーザーフレンドリーになりますと声明を出しています。XRP、アクセラともに BTC 建てでプラスを推移しています。アクセラの価格は現在 0.75 ドル、時価総額152ですね。XRP との時価総額に差があるので、ホルダーはこのファンドに期待しやすではありますよね。XRP レジャーの今後の展開にも注目ですね。あとその他資金調達関連では CMT デジタルが仮想通貨系ファンドを立ち上げるために 1.5 億ドルの資金調達に取り組んでいること、またレイヤー3が新たに1500万ドルの資金調達を報告しています。こちら夏のエアドロップも期待されてますが、こちらも上場後の値動きに注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。